シェアハウスはどういったものの友達作りやすい。出会いも結構イケメンがいると、どうも可愛い子がいると早く帰りたい。どういう気持ち？金銭面と設備面。夜になると路上に人が多いかどうか少ないか。事故物件でというのがいれば、前がトイレ終わったら私入るとなんかうんこついてる。国際交流、英語を学びたい人と日常会話したいと話しかけた方がいい。例えばシェアハウスに興味持って入ってみたい人であれば、この動画を見て少しでも役に立てば。Hello、こんにちは、ショウです。今日の動画ですね、前回のドライブ動画の中にもちょっとちらっとお話しさせていただきました。シェアハウス、日本でどうやっていいシェアハウスを選べるのコツを動画を通して話していきたいと思います。ではまず、シェアハウスはどういったもの、どういう定義を説明していきたいと思います。ネット上で調べたところで、国土交通省からの定義ですと、シェアハウスは、一つの賃貸物件に親族ではない複数の者が共同で生活する、いわゆるシェアハウスと呼ばれる共同移住系賃貸住宅が、若年単身世代を中心に注目を集めています。シェアハウスは賃貸住宅の一種類ですが、一般の賃貸住宅は隣、リビング、大浴場、室トイレ、洗面所など、他の入居者と共用して、協力の用法や清掃、ゴミ出しなどに関する生活ルールが設けられていることが大きな特徴です。簡単に言うと、シェアハウスだと、自分の部屋、個室があって、プライベートがあって、部屋出たら、そのリビング、キッチン、トイレ、リビング、キッチン、トイレ、浴室はみんな他の住人さんと一緒にシェアするという形になりますので、まずは金銭面と設備面という話。シェアハウスのメリットが、普通の一般賃貸と比べると一般賃貸の方が、敷金、礼金、仲介手数料、鍵交換代、清掃、クリーニング代とかいろいろありまして、物件にもよりますけれども、基本的には、その家賃かける6という金額を初期費用として用意しなきゃいけない場合もありますので、でも逆に、シェアハウスだと初期費用はかなり安い。物件の家賃にもよりますけれども、基本的には、だいたい3万から4万円から10万円以内、そういう金額を用意しとけば大体問題ないかなと思います。もちろん結構豪華なシェアハウスもありますので、それは別の話ですけれども、だから一般賃貸と比べるとかなり初期費用は安いです。あと設備面もシェアハウスメリットが各家電全部揃ってますので、基本的にはスーツケース1個で持っていけば住めるという形になります。2個目のは契約期間と保証人という話。家に借りると、一般の賃貸の方だと、1回契約すると基本的には2年契約からアップするので、あと保証人付きも普通かなと思います。でもシェアハウスの方だと、まず契約期間が短めにすることも可能なので、例えば1ヶ月、2ヶ月、半年、1年ぐらいの形がよくありますので、1回契約すると2年以上住まなきゃいけないというパターンがほとんどないです。入りやすいと思います。あと、保証人については、例えば私外国人で海外から来ると、日本で知り合いも一切いない状態なので、保証人が必要なところももちろんありますけれども、保証人がなしで利用できるのもシェアハウスのメリットの一つです。3個目メリットが、友達作りやすい。シェアハウス探してる人が、シェアハウスに入りたい人が結構、国際交流を求めてる人、もしくは、上京して、他の地方に行って、その場所で全然友達いないし、シェアハウスに入ると一緒に住む人と仲良くなって、あと、パーティーとかしょっちゅうにやったりのシェアハウスもありますので、国際交流も、英語を学びたい人とか、英語、日常会話したいとか、練習したい人、で、海外の人と外国人が一緒に住むと、さりげなく、その練習できるチャンスも結構増えてくるので、それもシェアハウスのメリットの一つ。あと、出会いも結構ありますので、もし一緒に住むの他の住人さんがイケメンがいると、どうも可愛い子がいると、毎日仕事終わったら早く帰りたいという気持ちあります。あと正直にシェアハウスに住んで、全然知らない二人がパーティーしながら付き合って、最後結婚して、結婚式もシェアハウスで行って、子供を産んだ人もいますので、独身な男性とか女性たちにとっては、人の出会い結構ある場所だと思います。
不動産に問い合わせして、待ち合わせの場所、例えば現地とか、最寄り駅とか、もしくはその不動産の事務所とか店舗から移動する場合も結構ありますけれども、このところの注意点が、もし車で移動する不動産があれば、車で移動すると、最寄り駅から物件までの距離感が縮まっちゃうので、その逆に実際に歩いていくとどれぐらいかかるの、その距離感が把握しづらくなるので、一回実際に歩いていた方がおすすめです。最寄り駅からシェアハウスまでの通り道だと買い物の便利さも注意してほしい。例えば周り銀行、郵便局、ドラッグストア、スーパーマーケットとかいろいろ自分生活上に、よく使う店、その辺あるかどうか、もしくは行くとどれくらい時間かかるかどうか、それも注意してほしいです。あと一つ特別な注意してほしいのは、女性の人も帰り道で夜になると路上に人が多いかどうか少ないか、この辺の治安がどうなるというのも案内の時ちょっと観察した方がいいと思います。物件自体の環境と設備。まずみんな注意してほしいのは、例えばこの物件、基本的には自分のニーズに合わせて考えていただければ問題ないので、例えば自分もし自転車持っていると、じゃあこちらの物件が駐輪場あります。道路沿いの物件だと、この騒音がうるさいかどうか、あと空気汚いかどうか、それも案内の時注意していただければ。でももちろん人それぞれですけれども、昔一人案内した男性、1階の部屋に住む、その建物の隣すぐ扇道路、そういう私の案内の時も、こちらの部屋はちょっと若干うるさいですよ。窓が閉めても。でも、その人が、いや、翔さん、私性欲強いですよ。なんか、AB 結構ハマってるので、もしうるさい逆に自分がそれ見ても音量調整がしなくても張り切って見えるので、そういう話ありました。基本的にはシェアハウスの中で自分の個人の部屋があって、机と椅子、ベッド、エアコン、クローゼットはついてるのはほとんどだと思います。特別なところ、例えば自分の部屋に冷蔵庫あるところもあるし、あとテレビついてるところもあります。でもこちらの注意点だと、自分の部屋もし窓あると、その向きが何向きですか？南向きとか北向きですか？ほとんどの人はやっぱり南向きの方がいいと思いますので、カビの問題も少ないですけれども、昔私案内した人、羽田空港沿いの物件だと、そちらに羽田空港働く人が多いから、シフト制の仕事勤務の人が多くて、夜仕事して朝帰ると寝るので、逆に北向きの部屋がいいというお客様も昔いました。昼間が寝る時も日当たりが入らないようによく寝れるので、そういうのもあります。あと気をつけてほしいのは、部屋の中でこの壁の防音が薄いかどうか、コンコンして木造ですか？それとも隣に住んでる人、音楽流したりとか話したり電話したりとかすると若干聞こえる、それともあまり聞こえないという壁の薄さも注意してほしい。あの時もしそのスタッフに聞いてもいいし、隣の人、どんな人住んでる男性とか女性、もしくは私昔もよくあるのは、例えば姉の時、隣の人のドアをコンコンして、もし人がいると直接に話した方がいいと思います。今後一緒に住むから相性合うかどうかの問題もあるし、だからできればその細かいところも注意していただければいいと思います。許容スペース、自分の下駄箱のスペースが十分あるかどうか、自分の持っている靴から見て、あと冷蔵庫のスペースも許容スペースになるので、自分のスペースちゃんと確保してるかどうか、あとそのスペースの広さも習いの時も一応見ていただければ。部屋の中で昔案内した人がお母さんの娘一緒に来て部屋の中に入って、私も案内で紹介して、お二人がいきなり拍手が始まりまして、そういう感じで、私何してるのって聞いたら、事故物件避けるためでその拍手して、だからなぜ拍手するのって聞いたら、もしこの空間でその礼というのがいれば拍手
手すると、その拍手の音を壁から響いてきて、その音が普通の音ではないんですよ。で、なんか、こういう風にすると、結構響きがいいだと、この部屋がクリアで、響きが良くない、それともあまり音が返ってこないと、その部屋が、ちょっと、なんか霊感強い人だと、これも、次は、シェアハウスのデメリットについて話したいと思います。世の中で、物事、いいところもある、悪いところもあると思いますので、シェアハウスのデメリットから話すると、他の人と共同生活しますので、生活習慣が合わないとかなりストレスですよ。例えば、私自分も昔、1軒目のシェアハウスが、3階建てで10部屋でも13人住んでる、1階と緑の部屋もありまして、で、トイレは共用だから、特定の人が前がトイレ終わったら私入ると、うんこついてる。で、掃除してあげる。で、使いたらまた次回から入って、またうんこついてる。というのもありまして、1回、2回、3回掃除してあげて、もういいやと思って、掃除しない。という使って終わったら、次の人入ったら、翔さんお前のうんこ。てか、俺のじゃねえのもありましたので、例えば食事終わったら茶碗がシンクに置きっぱなしで洗わない人、もしくは、洗うと、翌日の朝洗うとか、もしくは酔っ払いになって、ビール飲んで酔っ払いになって、物全部散らかしたりとか、そういう人もいますので、あと、暴力事件です。一人男性が、シェアハウスに入って、他の人とパーティーとかしてワイワイして、一人女性が好きになって、使ってくださいって言って、告白したんですけれども、その女性からちょっと嫌な顔して、ちょっとタイプじゃなくて無理で、断られたんですけれども、結局一回その男性がちょっと酔っ払いになって、シェアハウスに帰ったら、リーディングで、その女性と他の男性と一緒に飲んだりして、ワイワイして、楽しい雰囲気が出して、その男性がやけもちして、頭きて、俺の女手出すんじゃないで、その他の男性をパーってして、その女性壁にドンってして、俺の女なぜかそういう話も喧嘩になって、警察も夜中に呼んできて、事件もありました。もちろん、不動産から対応して、その暴力した人は即退去させたんですけれども、一応そういう人と人と交流がある、空間なので、やっぱり、これをしておいた方がいいと思います。姉の時、もし住人さん、実際に会ったりすると、話しかけた方がいい。例えば、だって不動産の人が、やっぱり姉の時だけ行くかもしれないので、実際に住んでる人はどういう生活習慣が把握しづらい部分もありますので、逆に実際に、その物件姉の時が直接に会った、その住人さんとちょっと軽く話して、すいません、今日ちょっと悩んできましたけれども、この物件実際に、住んでるから、住み心地いいどういう、なんかありますとか、話したら、普通に基本的にはみんな、教えてくれるので、こちら住みやすいですよ、もしくは、こちら結構パーティーありますよ、みんな仲いいですけれども、たまに、金曜日とか土曜日、夜1時まで、2時まで飲んだり、ワイワイしたりの場合もありますので、そういういろいろ教えてくれるので、あと実際に話しかけた行為として、こちら住んでる人、大体、どんな人住んでるというのも、一応情報入るので、例えば自分もし国際交流求めて、英語練習したい。じゃあこちら、英語圏の人が住んでるかどうか。そういう情報も、不動産の人に聞いてもいいし、もしくは実際に会った人、住んでる人と話してもいいと思います。今日の動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。もしシェアハウスに興味を持っている人、シェアハウス結構自分にとっては日本生活結構楽しく暮らしてきたところなので、もしみんなシェアハウスに興味持って入ってみたい人であれば、この動画を見て少しでも役に立てば、この動画はそのためで作ってますので、いろいろ細かいところも注意しなきゃいけないところもありますよ。でもやっぱりちょっと長くなりますので、一旦今回の動画はこれで終了になります。ではまた今度、バイバイ。